怒りの奥には、ずっと見ないようにしていたあなたの本音が眠っています。それは、どうして分かってくれないの？どうして愛してくれないの？そんな小さなあなたの声かもしれません。その声こそが、あなたが自分を救うヒントになります。つまり、小さい頃に心から望んでいたものを自分で自分に与えることができます。親から愛されなかった人は自分を愛しましょう。親に認めてもらえなかった人は自分を認めましょう。それはかつて親にもらった形だけの愛ではありません。あなた自身が自分に与える本当の癒しです。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今日はアダルト・チルドレンの怒りについてお話しします。怒りってできれば感じたくない感情ですよね。でも怒りって本当に悪いものなんでしょうか？それとも怒ってしまう自分が悪いのでしょうか？実はアダルト・チルドレンが感じる怒りには結構誤解が含まれています。例えば親から責められながら育った人は日常生活で責められていなくても責められているように感じたりします。怒られていないのに怒られているように感じたりします。アドバイスをもらったのに批判されたと感じたりする人もいます。でも心の深い部分に親との間でできた頑くなな信念、自分は価値がない、自分は役に立たない、周りは攻撃してくる、などがあるので、本人は誤解だとは気づきません。誤解でしょっちゅう傷つけられているように感じていれば、人生はとても辛いものになります。今日はその誤解のメカニズムと怒りと上手な付き合い方についてなるべく分かりやすく解説していきます。1、怒りとは。2、甘えによる怒り。3、認知の歪みによる怒り。4、怒りの害悪。5、どうすればいいかという対策。6、ポイントの振り返りと補足。7、すぐにできること。このような順番で話します。まず最初に言っておきたいことは、怒りを感じること自体は必ずしも悪いことではありません。怒りは自分を守るために、境界線を示すために、自分の気持ちを大切にするために必要なものです。例えば誰かに失礼なことを言われた時に、見下すのはやめろ、ふざけるなと感じることで我々は自分を守っています。怒るという行為そのものは決して悪いものではありません。でもアダルト・チルドレンが感じる怒りは現実に即していないものがたくさんあります。つまり本来感じなくていい怒りや誤解による怒りが混ざっていることが多いです。例えばアダルト・チルドレンは自分を出したり自己主張をすると怒られて育ってくる人が多いです。このような人は親に対して怒りを出すなどもってのほかです。そんなことをしたら無視されたり怒鳴られたり叩かれたりした経験がある方もいると思います。このような方の中には怒りを出すことは悪いことと思わされ、境界線を無視されたりひどい扱いをされても怒りを抑え込んで生きてきた人もいるかもしれません。でも抑えてきた怒りは溜まりすぎると爆発してしまいます。そしてこの爆発は目の前の出来事に引き金を引かれていますが、別の場所で溜めてきた怒りがたくさん含まれています。
さらに、アダルトチルドレンの怒りには、親に甘えられなかったことによる未消化の甘えや、歪んだ認知からの怒りが含まれていることが多いです。では、親に甘えられなかったことによる未消化の甘えを考えてみましょう。例えば、親にひどいことをされたとします。むしゃくしゃしているし、悲しいし、辛いし、落ち込んでいるので、同僚に話したとします。でも、同僚は親身に話を聞いてくれませんでした。そこで、なんでこんなに辛いのに親身に話を聞いてくれないんだと怒りが湧いたとします。この同僚がどの程度の付き合いの人かにもよりますが、そこまで親しくない人に親身に聞いてもらえることを望んでいることに無理があります。また、未消化の甘えがあるということは、小さい子供のように、ああしてこうしてが激しく強いということです。ああしてこうしてが激しく強い人ほど、自分だけ楽をしたい、自分だけ得をしたい、自分だけいい思いをしたい、もっともっと大事にしてほしい、もっともっと優しくしてほしい、いつも私の気持ちに気づいてその気持ちを毎回汲んでほしいというような甘えや願いがあります。そしてこのような人は人が楽をしているとものすごい怒りになります。この状態の人に負担が回ってきたら普通の人とは比べ物にならないほどの苦痛を感じます。自分はこんなに大変な思いをしているのにあの人は楽をしている。これが耐え難いほどの怒りになります。心が未成熟な人でもみんなに均等に負担があるなら耐えられますが、不公平だということがこの人にのたうち回るほどの苦しみを与えます。そして大切なことは、ああしてこうしてと要求が激しく強い人は、要求は通らないことが多いので、被害者意識が強くなります。そして心が未成熟で、ああしてこうしてと要求が激しく強い人は、自分の欲求を満たすことに必死なので、自分のことしか考えられません。すると、自分だけが余分に負担を負わされていると思い込みます。公平でも不公平と感じます。だから、いつもいつも強い不満を感じ、いつもいつも激しい怒りを感じます。このように説明すると、アダルトチルドレンは甘えている。アダルトチルドレンは悪い人。と解釈する人も出てきますが、人間は誰でも甘えたり完璧に依存する存在から始まります。それが未消化だというだけであって悪い人ではありません。それも未消化なのは本人のせいではありません。でも世間ではこのようなことを理解できる人は少ないんです。だからアダルトチルドレンの怒りは中立的な立場の人から見ると、なんでそんなことで怒れるのかが理解できないことも多いです。でもアダルトチルドレンは愛されて育っていないので、心が未成熟で他人側からものを見れません。なので本人は自分の怒りが正当なものであるとしか思えません。だからこそ激しい怒りに支配されてしまいます。激しい怒りやイライラで神経が高ぶり、眠れなくなる人までいます。当てはまる人は、自分は小さい子供が望むような、あれもしてもらえて、これもしてもらえるような世界を望んでいるということに気づく必要があります。そして自分が悪かったわけではないのだから、自己否定をせずに
事実だけを認めることが大事です。ここに気づいて認められることは、とても大きな成長につながります。また、人は機能不全家族で愛されずに育ってくると、認知の歪みができやすいです。例えば、友達が少しそっけない態度をとっただけで、バカにされたと思って怒りになる。恋人からの返信が遅れただけで、軽く扱われたと感じて怒りになる。でも、アダルトチルドレンのこれらは、誤解や認知の歪みであることが多いです。どんな人でも365日24時間神対応できる人なんていません。どんな人でも仕事で疲れている時もあれば、忙しくて忘れちゃう時もあれば、寝起きで頭が働いていない時もあります。でもアダルトチルドレンは本当にこういうのを誤解します。我々は恋人からの返信が遅いという現象で怒りになったと感じますが、そうではなくて、返信が遅いということに対する自分の解釈で腹が立っています。この例で言うと、軽く扱われたと自分が解釈したことによって怒りになっていることに気づく必要があります。心が未成熟で、ああしてこうしてが激しく強い人、あるいは認知の歪みがある人が、つまり多くのアダルトチルドレンが自分の期待や価値観で他人の言動を判断すれば、あの人は冷たい、あの人は優しくない、あの人は嫌な人、などと感じ、怒りが湧いてきて当たり前です。アダルトチルドレンはいつもイライラしていて、いつも激しいストレスを感じている人が多いですが、このようなからくりがあります。ここまで述べてきたように、アダルトチルドレンは感情を表現できなくて抑える傾向にあります。そして心が未成熟なので、ああしてこうしてが激しく強いです。さらに認知の歪みがあります。するとどうなるかということです。その場その場で表現できなかった感情はいつか怒りという形で爆発をしてしまいます。もうお気づきでしょうか。この爆発した怒りが自分の甘えからのものだったり、認知の歪みからのものだったりすることもあるということです。そして怒りの爆発は家族や恋人などの比較的に距離感の近い人とか、自分より弱い人など爆発しやすい人にぶつけることが多いです。もう一つ大事なことは、怒りは自分にも向かいやすいということです。例えば、親からひどいことをされているのに、その場その場で感情を抑え込むと、これ以上ひどいことをされないように自分を変えようとします。そこで自分に対する要求が高くなります。人は要求が高くなればなるほど自己蔑視をします。そしてこのような環境が続けば続くほど完璧主義になって理想の自分に執着するようになるかもしれません。完璧主義になって社会人になると、ちょっと上司に怒られただけで、ああ、俺はなんて仕事ができないんだ。私は全く価値のない人間だ。もうこの自分嫌だ。という自己憎悪になります。そして、そのうち溜まった怒りが爆発したとします。すると今度は、どうして私はこんなに怒ってしまったんだろう。また人を傷つけてしまった。自分なんて最低だ。と、自分への怒りとつながっていきます。次に怒りの害悪について考えてみましょう。
怒りを全否定しているわけではありませんが、怒りは使い方次第で敵にも味方にもなります。ただ、アダルトチルドレンは怒りの扱い方が戦うか逃げるかなんです。つまり我慢しすぎるか、あるいは怒りを出すときは爆発になってしまうことが多いです。怒りが誤解からの怒りであればなおさらですが、そうではなくても怒りを爆発させると周りに怖い人、面倒な人と思われてしまいます。そして他人は他人で自分を信じて生きているので、怒りをぶつけられれば大抵、お前にそんなことを言われる筋合いはない。そんなことであそこまで怒るやつはおかしい。と感じます。なので、怒りを爆発させれば人間関係は悪化していきます。相手が自分より弱い立場の場合、すぐに目に見えるような悪化はしなくても、徐々に相手の気持ちを離れていきます。なので、怒りを爆発させると、大抵合理感が深まり、さらに怒りや悲しみが増してしまいます。そして怒りはとても強いエネルギーを持っています。だから怒りを感じ続けていると、心も体もとても疲弊します。人間関係が悪化したり、心や体が疲弊して不活発になったり、孤立感や悲しみが増せば、自分にも起こってしまうので、自分を責める気持ちがどんどん強くなっていきます。こうして怒り、孤独、自己否定、怒り、孤独、自己否定という悪循環にはまってしまいます。アダルトチルドレンを克服するには、自分とうまくやることと周りとうまくやることが必要です。でも怒りを爆発させることで本当に大切な自分の気持ちと人とのつながりから遠ざかってしまいます。ではどうすればいいかという対策です。アダルトチルドレンの親もアダルトチルドレンであることが多いです。なので多くのアダルトチルドレンの親も子供の頃に愛されて育っていなかったり責められて育っていたりします。そこで子育ての忍耐力や能力がなかったり心に傷があることが多いです。このような親は責められていなくても責められているように感じることが多いです。ましてや本当に責められたらダメージは普通の人とは比べ物になりません。なので子供に責められることなどは耐えられません。だから子供が怒りを出せば激しい怒りが湧いてきて子供の何倍もの怒りで応戦することになります。こうなると子供は怒りは悪いことと思い込みやすいです。このようなことからアダルトチルドレンは怒りを無理に我慢したり抑える習慣がついている人が多いです。まず怒りの感情を持つことは悪いことではないと理解しましょう。むしろ貯めれば貯めるほど悪影響が出てしまいます。でもアダルトチルドレンは過度な期待や歪みから怒りを感じやすいということを知っておくことと、怒りを爆発させるのではなくて上手に伝えるスキルを覚える必要があります。この動画では誤解に焦点を絞っていますので、上手な自己主張の仕方は他の動画に譲ります。では誤解の話に戻りますが、まずアダルトチルドレンは誤解が多いということに気づけるかどうかはかなり重要な問題です。普通に生きているだけではこのことには気づけません。絶対に自分の怒りは正しいと感じます。なので怒りの正体を見極めることが大切です。
怒りの裏にある本当の感情を探るということです。怒りは二次感情などと呼ばれ、怒りの前に一次感情が隠れています。その一次感情を探りましょう。本当はどんな気持ちだったのか、寂しかったのか、悲しかったのか、悔しかったのか、不安だったのか、怖かったのか考えてみましょう。わかりづらいときは、私は本当はどうして欲しかったのか、自分は何を必要としていたのだろうか、と考えてみるのも有効です。怒りの本当の正体を探ることで、気持ちを聞いてもらいたかった、自分に関心を持ってもらいたかった、大切に扱ってもらいたかった、認めてもらいたかった、などが分かってくることがあります。ここまで来たらもう一歩進みましょう。ああ、これは子供の頃の自分が求めていた気持ちだったんだな、と気づくことが大切です。大抵アダルトチルドレンは小さい頃の環境で心に傷がありますが、心の傷を癒すには本当の自分の傷、例えば悲しみ、傷ついた感情、孤独感、気持ちを理解してもらえない痛み、自分に対する恥の感情、寂しさなどを感じきる必要があります。でも怒りはこれらの感情を感じさせてくれません。怒りを感じているときは、自分の心の中には怒りよりももっと繊細な気持ちがあるかもしれないと考えてみてください。怒りに頼る前の本当に感情に気づくことで、過去を癒すきっかけにもなります。そして、本当は寂しかった。本当は悲しかった。本当は怖かった。こうした一時感情を見つけることで、甘えだったのか正常だったのかが理解しやすくなります。次に、認知の歪みについても検討しないといけません。アダルトチルドレンは怒りの原因を相手の言動のせいだと思っていても、実際は自分の歪みによって過剰に反応していることも多いです。でも認知の歪みはそう信じているから歪みなのであって、無自覚で生きていれば気づきません。なので相手のおかしな言動は自分が解釈している理由とは別の理由があるかもしれないと意図的に考えてみることが必要です。見下されたように感じたのであれば、本当にその人は私を見下していたのか、相手が冷たいように感じたのであれば、本当に冷たかったのか、相手は私を嫌っていると感じたのであれば、それは事実だろうか、証拠はあるだろうかと疑って、証拠を探してみる習慣をつけることをお勧めします。本当に見下していたのか、本当に冷たかったのか、本当に嫌っているのかなどを判断をつきやすくするには、相手の立場に立って相手の目線で物事を見てみることが有効です。相手の考えや相手の言動の理由がわかると、一気に怒りが収まってくることがあります。またアダルトチルドレンは白黒思考で完璧主義の認知の歪みを持っている人も多いですが、自分や相手に対する要求レベルが高いとすぐに怒りを感じてしまいます。人生は自分のことも人間関係も一回ですんなりとは成功しないものです。自分に対しても相手に対しても、自分の欲求が完全に満たされることを要求していると、持たなくていい怒りを持ってしまいます。完璧を強く要求していればいるほど怒りも激しくなります。このように
自分の怒りを点検した上で、自分の問題ではなくて相手の問題であるのならば、怒りを爆発させるのではなくて上手に伝えましょう。このように言うと、怒りなど瞬時に発生するものだから、そんなことを考えている暇などないという人が出てくると思います。そしてそういう面もあると思います。でもこういうのを考えてみてください。買ったばかりのお気に入りの服を着てレストランで食事をしていたら、後ろから酔っ払いにコーヒーをかけられたとします。何してんだこらと振り返りながら怒ろうと思った瞬間に水をかけた人が反社会的勢力の人だと分かったとします。すると一瞬で怒りを取り下げないでしょうか。そして別に怒っていませんよという顔をしないでしょうか。我々は案外人を見て怒りを出しています。そしてこのように瞬時に思いとどまることができるケースもあります。とはいえ抑えが効かないこともあると思います。でもこのような瞬発的な怒りだけではなくて、心の中で怒りを感じていながら抑えているケースも多いと思います。そのような瞬発的ではない怒りなどはじっくり点検ができるはずです。それからアダルトチルドレンの特徴の一つに、自己肯定感が低く自己否定をしているというのがありますが、自己否定はアダルトチルドレンから克服にとって一番悪いです。だから怒りを自分に向けるのは絶対にやめましょう。もし怒ってしまった時は、怒りを出してしまった自己嫌悪に陥るのではなく、怒りを違う枠組みで捉え直しましょう。例えば、怒りをありがとうと受け入れましょう。怒りは自分を守ってくれるものでもあります。もし人類に怒りの感情がなかったら、私たちの祖先は獣に襲われたり、敵の部族に攻め込まれても戦いを避け、滅んでいたかもしれません。今の時代は獣や敵の部族に攻め込まれることはなくても、仲間内から不当な扱いを受けたり、境界線を無視されたりすることがあります。怒りがなかったら、ずっと苦しいまま生きていくかもしれません。怒りは上手に使えば、自分にとって敵ではなく味方です。なので、もし怒ってしまったときは、怒ってしまった自分を責めるのではなく、自己否定をするのではなく、怒ってくれてありがとうと自分に声をかけてあげてください。怒りは自分を守ろうとしてくれた証拠です。怒った自分も自分の一部です。自分の味方です。自分の一部に怒ってくれてありがとう。でももう大丈夫だよ。と声をかけてあげると落ち着いてきます。ではポイントを振り返りながら補足します。怒りは人間にとって必要な感情ですが、激しい感情なので持ち続けると疲弊してしまいます。そしてアダルトチルドレンが持つ怒りの中には、本来感じなくてもいい怒りや誤解による怒りが混ざっていることが多いです。例えば激しい怒りを感じながら残業をしているとします。耐えられないほどの激しくて苦しい怒りになるのは、仕事が多い時ではなくて、自分が不当に働かされているという恨みや、自分が多く働かされているという不公平感を感じている時の方が多いです。そして心が成長していない人ほど、自分の欲求は完全に満たされて当たり前だと思い、そう思っているから被害妄想的になり、不公平感を感じやすいです。
つまり、アダルトチルドレンは心が成長していないので、持たなくていい怒りを持ちやすいです。また、アダルトチルドレンは認知の歪みを持っている人も多いです。認知の歪みも持たなくていい怒りを生じさせます。例えば、宅急便の再配達を2時から4時の間で申し込んだとします。それなのに4時を過ぎても来ないで4時半に来たとします。このように宅急便が遅れただけで軽く扱われた、舐められている、この配達員はわざと遅らせたんじゃないかと決めつけて、別に出かける用事もないのに激しい怒りになる人がいます。これは周りは敵だと感じていたり、わざと遅らせたんじゃないかなどと心の読みすぎをしています。これらは大抵認知の歪みです。アダルトチルドレンはこのように持たなくていい怒りを持っていることが多いです。そしてその間違った怒りを誰かにぶつけていることもあります。人間関係のトラブルは自分の欲求や価値観が相手の欲求や価値観と違うことから生じることが多いです。こちらの立場で相手の怒りを感じているとき、相手は相手の立場や価値観の中では正しく行動しているということが多いです。そして大事なことは、無自覚で生きていると間違って怒りをぶつけても自分が間違ったとは気づかないんです。だから無自覚で生きないで、怒りを感じたときは一応その怒りは相手の問題なのか自分の問題から来ていないか点検してみる必要があります。アダルトチルドレンは大変な人生を一生懸命生きている人ですので、自己蔑視をする必要はありません。でも自分の欲求が強すぎたり価値観が歪んでいることを頭に入れておく必要があります。点検せずに怒りを感じたまま怒りを爆発させていれば人間関係は悪化していきます。人間関係が悪化して孤立していくと自己憎悪も強まります。自分とも他人とも関係が悪くなれば心は悪化します。点検とは例えば怒りは二次感情などと呼ばれ、怒りの前に一次感情が隠れています。その一次感情を探りましょう。アダルトチルドレンが感じる怒りには、長年の我慢、孤独、認めてもらえなかった気持ちなどが詰まっていることが多いです。怒りの奥にある本当の気持ちにそっと耳を傾けてみてください。怒りの奥にはずっと見ないようにしていたあなたの本音が眠っています。それは、どうして分かってくれないの？どうして愛してくれないの？そんな小さなあなたの声かもしれません。その声こそがあなたが自分を救うヒントになります。つまり、小さい頃に心から望んでいたものを自分で自分に与えることができます。親から愛されなかった人は自分を愛しましょう。親に認めてもらえなかった人は自分を認めましょう。それはかつて親にもらった形だけの愛ではありません。あなた自身が自分に与える本当の癒しです。怒りは利用次第で毒にも薬にもなります。怒ってばかりのあなたは本当のあなたではありません。あなたはもっと優しくなれます。まず自分自身に対して優しくなることから始めましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、一時感情を探そうです。今怒りを感じていることがあったら、その怒りの前にどんな感情があったらそんなに激しい怒りになるのかを考えてみてください。悲しみ、
寂しさ、悔しさ、虚しさ、苦しみ、心配。このようなものがないか、自分の心の中を探ってみてください。アダルトチルドレンは怒りだけではなくて、思考が現実とずれていることが多いです。思考が現実とずれていると、とても生きづらくなります。アダルトチルドレンは思考と現実がずれているという動画も参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いつも応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。